はい、シチューか空心の大沢と申します。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、蒸し鶏のネギソースですね。すごくシンプルな前菜なんですけども、非常に美味しい、簡単にできるソースですね。はい、ぜひご家庭でもお試しください。じゃあ早速ですけどもね、今日は蒸し鶏作るのに、鶏胸肉ですね。はい、蒸し鶏といってもね、今日はねスープで火を通していくんですけども、蒸し鶏っていうのはどうしてもねこうパサパサしがちなんですけども、このやり方を覚えてもらうとですね、中華料理だけじゃなくていろんなサラダ作る時にとかですね、すごくしっとりとした美味しい蒸し鶏ができますので、ぜひ使ってみてください。はい、じゃあここにですね、中華スープですね。はい、今日は、鶏ミンチ、豚ミンチから取った中華スープですね。もうご家庭でしたらね、鶏ガラスープの素とかでもいいと思います。で、今これがね、少し沸いてる状態ですね。こうグラグラグラっと沸くんじゃなくて、ちょっとゆっくりとスープが動いてるような状態ですね。はい、その中に、鶏胸肉を入れていきます。はい、じゃあちょっとねこれ見てもらうと分かるんですけども、スープですね。スープの量はこの鶏がしっかりと浸かるぐらいの量が欲しいですね。はい、でこの鶏胸肉が入れて、今スープ分かりますかね、このちょっとだけ表面がこう動いている状態ですね。ポコポコポコってこういう感じですね。入れた後にこう動き始めるぐらいの感じ。そうしますとそこでも火を止めてください。もうあとはねこれスープが、冷めるまでほっとくだけですね。そうするとね、勝手に自然と美味しいしっとりとした蒸し鶏が出来上がります。このスープの余熱でこの鶏に火を通したいので、これでスープの量が少ないと、鶏に火が通りきりませんので、たっぷりのスープ入れてください。でこの後ねこのスープも使えて、鶏は火が通る、スープは鶏の旨味が出て美味しくなるというね、一石二鳥なんで、ぜひ、このスープもぜひまだ使ってみてください。でよく言われるのがね、じゃあこれ何分したらいいんだって言われるんですけども、時間は関係ないですね。これはスープが冷えるまで、スープが常温になるまで置いておくっていうのがね、このゆっくりとしっとりと火を通すコツなので、あとはじっくり待つだけですね。はい、じゃあその間にですね、ネギのソース作りですねしていきたいなと思います。はい、じゃあ白ネギはねみじん切りにします。こうね、下までこう切らずにこう蛇腹切りにしていきますね。そうすることによってね、このみじん切りがねこう散らばらずにご家庭でも簡単にできますね。こんな感じですね。はい、じゃあ生姜もね、みじん切りですね。
はい、じゃあそこにですね、分量のお塩ですね。はい、小さじ1ですね。小さじ 1.5 でしょうかな。小さじ 1.5。鶏の上にねかけますのでね、少しね味の濃い方が美味しいですね。はい、そこにですね、今からこの上にですね熱いサラダ油をかけていきます。でこれサラダ油の量はねどれぐらいかと言いますと、このネギがねこうひたひたになるぐらいの感じですね。はい、大体ねどうでしょうか、 80cc ぐらいですかね、これにしたら。で今からねこの熱い油をかけていきます。本来ならねこのピーナッツ油でするのが美味しいんですけども、ご家庭でしたらねもうサラダ油でもね十分美味しくできますので。この油から煙が上がってくるぐらいまでねちょっと油を熱くしますので、ね、ちょっとね気をつけて加熱していってください。このねネギのね上にのせるのはお塩だけですね。お砂糖とかも入れるんですけども、お砂糖とか入れてしまうとこの熱い油をかけた時にね焦げてしまいますので、お塩だけ。はい、ちょっと見てください。こういうふうにねこう煙が上がってきたのが分かりますか。この油から煙が出てきた感じ。はい、これぐらいでねもう熱々になってきましたのでかけたいと思います。はい、じゃあそこにですね、薄口醤油ですね。薄口醤油も 1.5 小さじ 1.5 ですね。はい、はい、そこにお砂糖ですね、小さじ1杯。はい、これですごくね簡単なタレなんですけども、すごく万能なタレなので、蒸し鶏ですとかお豆腐の上にのしてもらっても美味しい万能のタレですね。でこれをね冷たく冷蔵庫にしておきます。ちょっとね今油との馴染みが悪いんですけども、時間を置くとすごく馴染んできてさらに美味しくなります。はい、じゃあ先ほどね、茹でた、蒸し鶏ですね。はい、このようにねスープごとねもう冷蔵庫に入れてもらうのがね一番美味しいですね。一番ダメなのは熱いところから出して置いとくっていうのは一番ダメですね。そこから、水分がどんどん蒸発しちゃって、それがパサパサする原因になりますので、常温に冷ましてスープごと冷蔵庫に入れとくっていうのが一番美味しい、蒸し鶏の保存の仕方だと思います。ちょっとね、はい、大葉でちょっとお皿に飾りたいなと。こんな感じでね、すごくねしっとりとした感じで仕上がっております。で先ほど作ったネギソースですね。油とねしっとりと馴染んできました。はい、シンプルですけどもねすごく美味しい前菜が出来上がりですね。